さんこんにちは、角川のりこうです。今日のテーマは花瓶に綺麗に飾るためのたった2つのテクニックということで、早速やっていきましょう。はい、ということで今日はみんな大嫌いな花瓶ですね。皆さんも花瓶に行けようかなと思った時になんかしっくりこなかったり、ここに花を固定したいのに止まらないっていうことないですか？わかります。そんな方や初心者の方におすすめ。今日お伝えする2つのテクニック身につければ綺麗にお花を生けることができるので、ぜひね参考にしていただければと思います。で、今日花材紹介は割愛するんですけど、今新聞紙に包まれてたこちらの花材はですね、私の教室の生徒さんが1人急遽お休みになってしまって1杯分残ってたので、せっかくならこうやって動画にしようかなと思って今回急遽撮影することにしたんですけども、こうやって包まれてるお花開ける瞬間というのはいつもワクワクしますね。で、今日は私も初めて生けるお花が1つ入ってるんですけど、一応順番に見ていきましょうか。うちの流派に入ると最初に基本の型というのをお伝えしまして、でその型を生けるお花としてこうやって包まれているんですけど、まずこちら葉物がレザーファン、シダの仲間ですね。これとあとこちらがとっても綺麗な色ですね。おなじみのカーネーションですね。このカーネーションとレザーファンというのは1本の値段が比較的安価なのと、一年中安定して花屋に置いてあるのでとっても生けやすいですし、初心者の方におすすめのお花ですね。今日のカーネーションとっても綺麗だな、色合いが。花びらも一枚一枚切れ込みがあってギザギザしてますし、このカーネーション私好きだな。そして3種類目がこちらソリダコですね。これもとっても生けやすい花材なので、このチャンネルでもちょくちょく登場しています。そしてこちらが今日初めて生ける植物なんですけど、手まりシモツケという植物。これも黄緑色の葉っぱがとっても爽やかな植物ですね。また先端部分見てもらうとこんな感じで一本一本ひょろひょろっと曲がっていまして、どこか趣、味わいなんかも感じ取れます。で、この手まりシモツケという植物はどうやら近年海外から入ってきたそうでして、道理で初めて生けるわけなんですけど、こうご覧になってわかるように爽やかな葉っぱと、あと生育する上でもとっても丈夫な植物だそうでして、病害虫とかにも強いため、すでにお庭とかの植栽としても人気なんですって。成長も早いし管理も簡単というところで、これから見かける機会増えてきそうですね。で、名前そのまんまなんですけど、シモツケとかコデマリのようなこうポンポンとした花を咲かせることから手まりシモツケと名付けられたそうです。今回爽やかな黄緑色なんですけど、ベニスモモみたいな感じでもうちょっと赤黒いものもあるそうです。それはそれでこちらの爽やかな感じとは違うんですけど、とってもかっこいい、見栄えする葉っぱを持っていますね。よし、そしたら早く花瓶の生け方教えてくれっていう心の声が画面越しからひしひしと伝わってくるので、早速2つのテクニックのうちの1つ、それをお伝えしていこうかな。で、花瓶に生ける時にこうやって立てて生けたくても口が広いためやはり倒れてきてしまう。そんな時にどうやったらこの花をすっきりと縦に生けることができるか。まず1つ目のテクニックが、下の部分の茎を少し切ってですね、この花瓶の口のところにガチッとはめていく。これ切りすぎるとストーンと落ちちゃうので難しいんですけど、たまたま今一発でいきましたね。こんなことめったにないんですけど、大概は少し長めに取って、でそこからちょっとずつ削りながらここの口にピタッと当てはめていくのがいいと思うんですけど、短く切りすぎるともちろんストーンと落ちちゃうんでね。さっきまでこう立てたくても口が広いため倒れてきちゃったところが、この茎のこちら側に花を入れるんですね。今こっち側に入れてたんですけど、こっちに入れる。で、そうするとここで引っかかってくれるので、これ以上倒れてこないというところで、こうすっきりと立てることができると。これはここに仕掛けた部分が漢字の1に見えることから一文字止めなんていう止め方になります。ちょっと真ん中の部分からずれちゃってるんで、これ実は下手くそなやり方なんですけど、一発でできたというところでちょっと多めに見ていただければなと。で、ただこのまんまですとこっちには倒れてこないけど上下ではこう倒れてきてしまうというところで、もう一本同じくこの器の口にかけていく。こんな感じかな。で、これをカチッとかけるとこんな感じですね。そうするとここの穴に入れた場合、これ以上横にも縦にも倒れてこないので、自分の望んだ位置というか、こうすっきりと花瓶に立てることができます。さっきの花留めが一文字止めだったということは、今回のこの花留めの名前は漢字の10に見えることから10文字止めなんて呼ばれていますね。花瓶に綺麗に飾るテクニック1つ目は、この10文字止め、仕掛けを作っておくと、この後実際にお花を生けるのがとっても楽になるので、皆さんもぜひやってみてください。よし、それでは花瓶に10文字止めのテクニック、仕掛けをしているので、ここに実際に生けていきたいと思います。
で、お花を生けるのに特に順番に決まりがあるというのはないんですけど、このチャンネルでもちょくちょくご紹介している今回の花材ですと、どれが主役になるかなというところで見ていくと、皆さんいかがでしょうか？どれが主役になるかと思いますか？このチャンネル見てる方はもう一発でわかりますよね。そう、こちらのレザーパンと見せかけて、今日はこちらの手まり石もつけですね。ちょっとドキッとした方いたんじゃないかな。よくこのカーネーション、お花が綺麗なので、これが主役だと思う方結構いるんですけど、今日生ける自然調のシンプルなお花ですと、自然の情景みたいなものをこの花瓶に生けていくので、主役はやはり一番高くなるこういった枝物になります。で、私はなんですけど、まずこの主役となる花材でベースを生けていきますね。何度も言うように決まりがあるわけじゃないので、一番生けやすい方法でいいと思うんですけど、で、ここで一つ綺麗に飾るポイント。ちょっと今日のお花の量に対してこのまんまいけると長すぎるかなというところで少し短くしていくんですけど、基本的に花瓶の中に入ってしまうこういった葉っぱとか枝分かれしている部分、こういったものはきれいに落とした方がいけやすいです。というのも、これがついた状態で水に入っていると、まず葉っぱが水に浸かっていると腐りやすいというのが一つと、あと他の花材をこうやって生けていく際にこの枝分かれしている部分で引っかかって花瓶の中に入りづらくなってしまう。そこでこの横に張ってる枝きれいに取ってあげることで下の部分すっきりするので、他の花材を受けようと思った時に引っかからないでスッと入ってくれます。なのでこのカーネーションもそうですね。このまんまスッと花瓶に受けようと思うと、この辺りも全部花瓶の中に入ってしまうので、こういった葉っぱというのはきれいに落としてあげるといけやすくなります。ですので1本目はスラッと長くいけようと思うので、この辺り少し落としていこうかな。できるだけ今落とした茎の部分も出っ張りがないように丁寧に落としてあげる。この一手間で後々の生けやすさが段違いなので、ぜひ参考にしてみてください。で、そしたらここで2つ目のテクニックですね。先ほどこの手まり下付け、先端部分がひょろっと曲がって味わえますねっていう話をしたんですけど、やはりこの曲がりというのは太陽に向かってふっと上に上がってた方が自然ですよね。この曲がりがこうやって入ってると下に向いて勢いが下がっちゃうので、あまりよろしくない。そうやって植物にはそれぞれ生き上がった時に美しく見える表情っていうのがあるんですけど、花瓶の場合だとこの表情で生けたくても剣山みたいにぐさっと刺さってくれないため、重さとかでくるんと回っていってしまうんですね。じゃあこれをどうやってこの表情で固定するかというところで、今日お伝えするのが下の部分の茎をですね、花瓶のサイズ感にもよるんですけど、今日ですとだいたい 4,5 センチぐらいかな。このぐらいでカクンと折っていく。こんな感じですね。で、この折った状態で器の中に沈めていくと。そうすると、こうやって自分の止めたい表情で固定することができます。で、これ理屈としては、ここの茎の部分、まっすぐの状態ですと、器の壁にトンと当たった時に、まっすぐなのでやはりこうくるくる回ってしまう。植物の重さでくるんと回ってしまうと。でも今下の部分を折ることで何が起こってるかというと、器の壁がこんな感じであって、まず壁にトンと折った部分が当たる。で、このまんまだとこう回ろうとするんですけど、ここの折った下の部分の枝がですね、回ろうと思っても壁にこう当たってこれ以上回らなくなるんですね。こんな感じで壁にトンと当たって、ここで回ろうと思っても横の壁にこうやって引っかかってくれるから、これ以上回らないと。そんな理屈で植物を固定することができるんです。で、さらに言うと、さっきの十文字止めの茎の下にこうやって枝を挟み込むことで、今だいぶ枝寝てますよね。で、本来ですと花瓶というのはツルツルしてるので、この角度でいけたくても切り口の部分がつるんと外に出てきてしまう。で、それがさっきの十文字止めのこの仕掛けた茎の下にこうやって入れることで、これ以上倒れてこなくなると。そういった効果も十文字止めにはありますね。ということで、今お伝えしたこの十文字止めと折り止め、この2つのテクニックだけで基本的にこういったまっすぐの器でしたら何でもいけれますし、慣れてくるとこの花瓶いけなんて3分くらいでパパッといけれちゃうので、皆さんもぜひチャレンジしていただければなと。で、1本目こちらにスラッと伸ばしたんですけど、このまんまだとバランスこっちに重いと思うので、少しこちら側にも取っていきましょうか。ただ入れ方として左右対称にしてしまうとあまり面白くないので、今日はこっちがメインの線だとしたら、こっちは少し控えめにいけていく。これもこうかなり曲がりがあるので、このまんまいけるとちょっとぐねっといやらしいかなっていうところで、ちょっとこんな角度つけようかなと思うんですけど、こんな感じでいけようっていうのが決まったら、次に下の部分を折っていく。で、こんな感じで折ったら、ここを折ったまんま器に沈めていくと。
これでガチッと止まってくれてますね。で、先端の面白いこういう表情を生かしていけることができます。そしたらもう1本あるので、これもせっかくだから足していきましょうか。こっち側かな、こんな感じでいけていこうかな。これも同様にいけていく。水に浸かりそうな部分、あと口元に入りそうな部分は後から花材足されていくとどんどんモサモサ詰まってくるので、こんな感じですっきりさせておくと。で、一番最初にいけた枝より少し短めにしていけていこうかな。長短いけるとバランスいいんでね、これも折っていけていく。こんな感じですかね。で、ここでも十文字止めの効果っていうのが出てるんですけど、今こうやって縦に入れた枝に対して1本目に入れたのはさっき滑っちゃいますよっていうので、この枝の下にこうやってくくり込ませてるんですけど、3本目に入れたこの枝、これはここの枝より上にこうやって立てかけてるんですね。で、この枝も下に入れちゃうとここと2本がこう重なっちゃうんですけど、下に1本入れてもう1本をこんな感じで上に入れることでしっかりと2本にこう空間を作ることができています。で、ここからさらに角度をつけたいという場合は、この枝に対してこの枝を下の方にぐーっと沈めていくと、今これだけ起き上がったの分かりますかね。そうやって自分の望む角度で角度をつけることもできます。今は1本目とつかず離れずのちょうどいい空間を作ろうと思ったので、あんまり深くに入れて立てずに浅めに刺すことで寝かせてこう止めてるんですけど、ですので花瓶生けの時、初心者の方結構勘違いするのが、花瓶の奥までこうぐさっと刺さなきゃいけないと思ってる方が結構いるんですけど、意外とこの植物が入ってる部分ってこの辺りから上の部分になるんです。そうすることでこうやって角度が自由自在につけれるので、キュッと引き締まった花瓶の口から横に広がるようにふわっとおおらかなお花にすることができます。で、何度も申し上げるように最初の十文字止めと折り止めがしっかりとしていれば、多少器を揺らしてもしっかりと固定されているので動かないです。こうやってベースをまずしっかりと生けてあげれば後が楽なんでね。これだけでもものすごい貴重なことを話してますよ。こんな感じでいろんなポイントやテクニック、あとは季節のお花を通して生け花の魅力というのを世界中の人に伝えていければなと思っていますので、チャンネル登録や高評価の方をポチッとよろしくお願いいたします。もうね、更新する上で本当にそれだけが励みになっています。そしたら次に今メインの植物が入ったので、中心部分スカスカというところでこういったお花でポイントを生けていこうかなと。まず水に浸かりそうな下の部分の葉っぱはきれいに取ってしまう。で、今日のカーネーションがまたこれ面白いんですよね。ちょっとくねっと曲がってる。普段カーネーションというのはほぼまっすぐであまり変化がないんですけど、この曲がりだとこっちで生けるよりこっちの方が綺麗なのかな。で、お花を生ける際のポイントとしては、今主役の枝が伸びやかに入ってるので、それより高い位置に花を生けてしまうと主役と脇役がちょっと喧嘩してしまうんですね。あくまで主役はこの手まり下付けというところで、自然界でも桜の木とか長くてチューリップとかって下の方に咲いてると思うんですけど、それと同様に枝物を高く生けたら花は少し低めに押さえてあげると、この枝の伸びやかさがスッと出てくるので、そんな感じで生けてあげるといいですね。とりあえず1本目はこんな感じ。そしたら残りのカーネーション2本も生けていく。で、ここでも最初に生けた枝物同様、長短や間合い、花同士に空間を作りたいので、1本目入った短めの花よりは少し高めにそれぞれ生けていこうかな。これも十文字の茎に乗せるように、2本目はこんな感じで、そこまでくるくる回しても花の表情に変化がない場合は折り止めしないでそのまま斜めに刺せばいいんでね。こんな感じで長短をつけながらいけていくと、ちょっとこの辺りモサモサしてるので整理しましょうか。これがさっきお伝えした下の部分まで葉っぱついてるとこの辺までモサモサしてくるので、なんかボテっとした印象の花になってしまうというところなんですけど、ただこの辺の葉っぱの整理に関しては今作品の全体として見えてる部分なので、他のお花がもう入って見えなくなるという確証のある部分は全部きれいに落とすといいんですけど、この辺りの葉っぱのさばきに関しては出来上がった後全体の雰囲気を見て整理していくといいですね。で、このまんまですとまだこの中心部分スカスカしているので、その部分を少しまとめるためにこういったパラパラっとした脇役を混ぜ込んでいくと良いです。ということで続いて反りだこを生けていく。で、これも短くすると下の方まで茎ついてるのでちょっとかわいそうだしもったいないんですけど、水に浸かる部分はきれいに取ってしまいます。
こうすることで最初の状態より小ぶりにすることができるので、脇役としてこの作品をより引き立ててくれると。そしたらこの透けてる部分をフォローするように、こういったふわっとした火災をいけていくと。1本目はこんな感じで、まだこの辺も透けてるので、そこにもう1本の反り箱をいけていく。2本目はさっきの1本目より少し高い位置でいけていこうかな。今透けてるこの辺りにいけていく。こんな感じですかね。これでさっきまで透けてた中心部分がふわっと華やかにまとまったんじゃないかな。で、最後にこちらのレザーファンをいけていくんですけど、こういった刃物があると最後まとめるのにとっても便利なんです。何が便利かというと、まだ若干透けてるなという部分に対して脇役としてこういった空間をスッとフォローしてくれるっていうのが一つで、もう一つは少し短くして手前に張らせることで足元の部分をキュッと引き締める効果が生まれます。これは生け花では一つのテクニックとしてねじ目なんて言い方をするんですけど、これも実際に見てもらった方が早いかな。で、これも先ほどの反り凧同様、このまんまのサイズですとこの花に対してベローンと大きすぎるので、下の部分をですね少しこう取ることで1サイズ2サイズ小さくすることができます。そうやって大きさを調整していけるといいんじゃないかな。そしたらまずはこの辺の寂しい空間奥行きにスッといけていく。1枚目はこんな感じ。そしたらもう1本はさらに短くして先ほどお伝えしたねじ目としていけていく。で、今このお花見てもらうと、ここの花瓶の口の部分と花っていうのがここ口元見えてますよね。なのでこういうところが見えてるとどうしても器とお花でちょっと分離したような印象になってしまうんですけど、ここに刃物が入ることで下を引き締めるねじ目としての効果と、もう一つこんな感じで器と花材に関わりができるので一気に作品に一体感というのが生まれてきます。ということで今日いろいろとポイントはお伝えしたんですけど、実際に使ったテクニックというのは器にかけたこの十文字止めとお花を生ける際に使った下の茎を折る折り止めですね。たったこの2つだけのテクニックなんですけど、練習することでお花もっと綺麗に飾れるかと思いますので、ぜひねこの動画繰り返し見ながらお花を生けることを楽しんでみてください。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったっていう方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。